すごく滑らかに動きますね。全然遅延がないです。ジャイロセンサーの感度もいいですね。遅延もないですし、途切れもないです。はい、今回は Nintendo Switch 専用のコントローラーについて紹介します。サードパーティーのアイテムでコントローラーがスケルトンなんです。しかも様々なライト機能が搭載されて、コントローラーにインパクトを求めている方にはすごくおすすめです。動画の概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひそちらからもチェックしてみてください。今回のメニューとして、コントローラーの使用、搭載機能について、各種設定方法、接続して遊んでみる、この内容でお送りしていきます。このチャンネルでは使ってみてよかったアイテムやガジェットなどを主に紹介していますので、ぜひ他の動画もチェックしてみてくださいね。それでは最後までご覧ください。アイテムの紹介の前に梱包内容はこんな感じになっていました。こんな感じですごく丁寧に梱包されています。コントローラーの他にプレゼントカードと説明書、Type-C のケーブルが一緒に梱包されています。仕様です。通常のスイッチのコントローラーと同じ Bluetooth 接続。本体は 600mAh、ダブルモーターの二重振動、ジャイロセンサー、加速機能を搭載しています。通常のコントローラーの機能に加えて、連射ボタンとライトボタンの機能がついています。2時間の充電で約8時間使用ができます。充電が開始されるとランプが点滅して、フル充電になると点灯に変わります。またバッテリー残量が低下した時にも点滅してお知らせしてくれます。次に搭載機能です。大きく分けて3つモードがあります。連射モード、振動レベル、ライト設定、この3つです。それぞれのモードについて、振動レベルは3段階調節ができます。連射モードは長押し連射と自動連射の2種類。さらに連射スピードの調節も3段階できます。ライト設定は7種類あります。各種設定についてご紹介をしていきます。紹介内容はすべてこちらの説明書の内容に沿って進めていきます。日本語で詳しく書かれていますので分かりやすいです。連射機能は長押し連射と自動連射の2種類あります。設定をするためにまず電源を入れます。ペアリングボタンを少し長押しすると電源が入ります。長押し連射は連射したいボタンを1つ押しながら T ボタンを押すと連射モードがオンになります。もう一度そのボタンを押しながら T ボタンを押すと連射モードがオフになります。自動連射は連射したいボタンを1つ決めます。まず T ボタンを先に押して、次に連射したいボタンを2回押します。そうすると連射モードがオンになります。同じように T ボタンを押しながらボタンを2回押すとオフになります。連射機能の設定データを全て消去したい場合には T ボタンを5秒以上長押しするとデータ消去ができます。連射スピードの調節は T ボタンを押しながらマイナスとプラスのボタンで調節ができます。マイナスのボタンでスピードが下がり、プラスのボタンでスピードが上がります。振動レベルの調節方法は T ボタンと十字キーの上下で調節できます。同時に下に押していくと振動レベルが下がり、上に押していくとレベルが上がります。ライト設定は7種類。ライトの色の変更はこちらの三角のボタンを押すと色の変更ができます。全部で8色ですね。ライトを消したいときには三角ボタンを2回押せばライトがオフになります。つけたいときにはもう一度押すと
ライトがオンになります。呼吸モード、ライトボタンと A ボタンを押すと呼吸モードになります。色を変えたいときにはもう一度ライトボタンを押せば次の色に変わります。振動モード、設定方法はライトボタンを押しながら B ボタン、これで振動モードになります。このモードをオンにするとモーターが振動するたびに赤いライトが同時に点灯します。今は光りませんがゲームをしている時に分かりますね。スティックモード、スティックの傾き角度によってライトの明るさが変わります。ライトボタンと X、 このボタンを押すと少し傾けると明るさが変わります。ジャイロモード、ジャイロセンサーが傾きを検出したら傾きの方向によって色が変わります。設定はライトボタンと Y。 設定解除はダブルクリックでライトを消してもう一度ライトボタンを押せば解除されます。最初にペアリングが必要で、やり方はプロコントローラーと同じで Nintendo Switch のドックとコントローラーを USB ケーブルで接続します。これでペアリング完了しましたね。最初のペアリングが終わりましたので、次回以降は普通に電源を入れれば自動的にペアリングされます。自動スリープモードでスイッチ本体の電源がオフになればコントローラーも自動的にスリープモードに入ります。また5分以内にボタンを押さないまたはジャイロセンサーが動かない状態だとコントローラーは自動的にスリープモードに入ります。無線接続を解除する場合はホームボタンを5秒長押しすると接続が切れます。ライト設定では呼吸モード、振動モード、スティックモード、ジャイロモードはどれか一つですね設定ができます。一度に全ての設定はできません。
もし使っている途中で無線設定が勝手に解除されてしまうことがあれば、ホームボタンを長押しすると再度ペアリングし直すことができます。今回の動画でお伝えしきれなかった部分があると思いますので、このアイテムについて気になることがあればお気軽にコメントください。今回は Nintendo Switch 専用のコントローラーについて紹介をしました。サードパーティーのアイテムなんですけども、クオリティが高くてすごく良かったです。またゲーム関連のアイテムも紹介していきたいと思います。YouTube の他に Instagram やブログもやっていますので、ぜひそちらも遊びに来てくださいね。それでは次回の動画でまた会いましょう。じゃあねー。